何時ら天地一切のものと和解。これ、自己責任論なんですよ。僕が参政党や維新を成長の家と結びつけるの、無理からぬとこなの分かります？この人の雑さが現れたの、この間の靖国妖拝なんです。実を言うと。あれね、すごいことやってるんですよ。高市早苗のやったことっていうのは、息踏んで日の丸振ってる奴らのアホな綺麗事になびいてるだけですよ。内閣総理大臣がこれまで踏襲してきた安倍晋三でさえ小泉純一郎でさえ踏襲してきたやり方を完全に無視したやり方で新しいことをふわーっとやってしもてるんです。そしてそれは憲法違反なんです。細けいことはどうでもいいんだよ。うつ病を発症すると感情の起伏がフラットになってくるんですよ、どんどん。こうならないの。こういうのはうつ状態ですね。いわゆる、これが本当の病気の、そううつ病という人もいらっしゃいますけど、僕の場合は単なるうつ病だけなので、争点がないんで、うつになると気分がね、フラットになるんです。何を見ても面白くない。面白くはないということはないんだけど、カーンとなったり、ゴーンとなったりしないんですよ。ずっとフラットなんです。死にかけの年寄りの心電図みたいになってる。死にかけの年寄りの心電図もそうですけど、止まりそうで止まらないでしょ。無気力になったりとか、どうでもようなるというよりも、なんせ感情の起伏が激しくなくて、富野さんのニュータイプの描写みたいな、ピンみたいなんですよ。これがないね。ピンがないね。で、ずーっと一緒だということはどういうことかというと、普段やったらバーンと怒ったり、バーンと笑ったりして、5秒間しか続かへん感情が、その量横に伸びるわけ。グラフが上に行く分横に伸びんの。だから、うわ、面白いわー言うて5秒間笑ったやつを5時間ぐらい笑い続けたりするわけよ。普段の自分であればドーンと笑うであろうことを、ふーっと長い間笑うてるんですよ。続くのがしんどいんですよ。その俺が夕べから寝る前に見て、寝てる間もずっとそれ考えてて、朝起きてもずっとおもろいなと思ってるのがあったんです。ツイッターで流れてきたんですけど、一コマ漫画。もうね、夕べ寝る前にこれツイッターで見てしもてから、ずっと夢の中でも、夢ではないけども、寝ながら潜在意識でずっと笑ってたんですが。普段やったら、ははーって笑ってたやと思うんやけど、これがね、ずーっと面白いの。夜中の23時から起きて今もまだずーっと面白い。いや、よく広告費続くよねって、儲けてはりますからね。深見東秀さんは。めちゃめちゃ儲けてはりますからね。宗教の方のお布施もそうなんですけど、本業というか、脇の業なのかどうかわかりませんが、時計屋さんでだいぶ儲けてはるんですよ。中古の売買なしに、いろんな時計メーカーの代理店になって、パテックフィリップとかも売ってはるし、時計ビジネスをやってはるんですよ。腕時計ビジネスを。あれめちゃめちゃ儲かってると思います。ほんまのガチのスイスから買うてきはって、日本の金持ちに売るというビジネスしてはって、あれだいぶ儲かってるんですよね。もう俺らやったらさ、その時計屋さんで活動しはる名義が半田春久さんなんですよね。で、宗教活動は深見東秀さんなんですよ。で、半田春久と深見東秀は同一人物であるということを僕らは知ってるから何とも思わないんですけど、おもろいのは、深見さんほら、お金があるからガイタレ呼ばはるじゃないですか。それこそ一番すごいのはトム・クルーズも呼んでましたよね。で、呼ぶゲストによって宗教系の活動として呼ばはるときと、時計屋さんで呼ばはるときと、呼ばはるゲストによって使い分けはるんですよ。で、おもろかったのはユンピョウやったと思うんですけど、香港のカンフースターを何人か読んだ時があるんですよ。で、それは、香港に深見東秀さんの、てか、半田春久さんの時計屋さんが香港の支店もできました、みたいなイベントを東京でやらはった時やから、時計屋さんの名義で呼んでるんですよね。で、往年のカンフースターが勢揃いしたんですよ。で、すごいイベントやから言うて、カンフースターを見たいとか、韓国のスターのことは、韓国の韓と書いて、流れの流書いて、韓流スターって言いますね。中国とか香港のことは、なんて、波流スターって言うんですか？花、中華の華と書いて流れるで、ファリュースター。
という、そのいわゆるアイドル好きみたいな人いてはるじゃないですか。一般の人でね。がわーって来たから、そういうアイドルというか男前が好きなおばちゃんらが、とかお姉ちゃんらが、そのイベントに殺到したんですよ。で、結構写真撮って、ツイッターに上げたりとかして、何々さんが来日してくれた、嬉しい、みたいな、って言うてんねんけど、そういうイベントですから、当然、読んだ深見東秀さんは自分が主役なわけですよ。だから、せっかく日本に来てる、そのスターの皆さんは、添え物として舞台に立ってるだけなの。あのおっちゃんがずっと喋ってんねん。で、ツイッター見てたら、その日のツイッター見たらすっげえ面白かった。そのイベント行った人が写真撮って、どんどんツイッターに上げんねんけど、みんなコメント欄に、時計屋のおっさんが邪魔、時計屋が邪魔、時計屋がうるさい、時計屋うるさい、時計屋帰れ、時計屋が邪魔ってずっと時計屋の悪口書かれて。ほとんど喋ってないらしいね。時計屋以外。今日ちょっと宗教の話をしますので、深見東秀さんも兵庫県出身ですね、あの人ね。西宮ですね。で、ろくなことないんですけど、そうです。あの人もね、大本なんですよ。深見東秀さんといえば、美鈴学園の大和健ですけど、あれ、なんであんなことさせんねんって言うてますけどね。あれね、コスプレってね、大本の伝統なんですよ。伝統言うたらおかしいな。他の人やってへんっていうか、出口鬼三郎はずっとコスプレしてたんですよ。写真いっぱい残ってるんです。男女問わずコスプレしはるんですよ。こういうことをしはる。これは、半田さんによう似てるな、顔な。大黒さんですね。前にわざわざうさぎ置いてね。七福神のコスプレね。僕が一番好きなのはこれですね。布袋さんね。そのまんまやんでも何もしてへんやんけって感じで好きなんですけど。ただね、真剣なコスプレもしはるんですよ。ジェンダーも性も超えたコスプレをしはるんです。これ弁天さんですからね。出口鬼三郎ってのはちょっと強烈な個性を持ってる人ですから、自己顕示欲とかね、こう自己愛とかね、それはもちろんあるんですけど、ただ当時の初期大本のことを考えると、ある種の教団改革の意思が出口鬼三郎にあったように思うんですね。まあこれは大本に伝わってる話ですが、出口直がね、詳しくは安丸さんの本を読めばわかるんですけど、出口直って、まあちょっと革命家みたいなところがあって、大本の教説によると、出口直に神様が降りてくるんです。牛虎の根人と言われる神様がね。で、牛虎の根人という神様が降りてきて、自動筆記を始めるわけですよ。で、その自動筆記の内容が、結構ね、革命的なんですよ。で、結構面白いの、あれ。書いてることはね。お筆先自動筆記というのは、神がかり状態になった人がよく示すことで、まあ、例えば日本であったら一番有名なのは、出口直もそうですが、天理教の中山美紀もそうですね。突然書き出すんですね。で、神様が勝手に書いているという証拠のように、出口直はその親戚一同が気が触れたと思って、まあ言うたら座敷牢に入れられるわけ。で、いろんなもん書くから真っ暗にしたれって言って、真っ暗にしても半紙何百枚もこういろんなこと書いて持って出てきたという伝説があるんですよ。日光も何も入らない真っ暗なところに2、3日押し込んどいたらもう書くのやめよるやろうと言うて、こう入れられたら、まあそれは嘘かほんまか知らんけども、おそらく嘘だと思いますけれども、書いて出てきたという。で、その内容が成立してたから、ほんまに神様やったということを信じて、周りの人がこう徐々に、その綾部の田舎の中でこういろんな人が信じていくわけですよ。で、その教学として、教学っていうのは教えの学問の学ね。教学として、そのお筆先と出口直の神がかり的な様子しかない大本教団を近代化し、出口直亡き後も存続させようとすると、出口直の脱カリスマ化が必要だったわけです。教団の存続を考えるためにはね。で、出口鬼三郎が先ほどのようなコスプレをしたというのは、もちろん本人の自己愛と本人の自己顕示欲求っていうのが大半を占める動機でしょうが、コスプレをすることによってその聖なるものと近づけるんだということを体現表現するために脱出口直化を施行することをいっぱいやる中にこのコスプレがあった
ように僕には思えるんですね。出口鬼三郎さんは出口直さんの娘さんと結婚しておられるんです。出口直と出口鬼三郎の出会いそのものも神様のお告げなんですよ。どこどこの村に何々っていう男の子がいて、この子はちょっと特殊な子やから親戚縁者のちぎりを結べみたいなことを出口直に神様がお告げになって、一番最初会うんやけど喧嘩別れしてしまうわけ。神様は私に嘘ついたってようね、出口直ね、神様と喧嘩するんですよ。お前の言うことなんか絶対聞かへんって言うてこもらはるんです。で、その出口鬼三郎、名前、一番最初の名前なんか忘れてもうた、その綾部の近くのなんとかって村にいてると。で、あえ言われて会うたんやけど、気持ち悪いから、ようあんなむちゃくちゃな青年にあえ言うたな、言うたら、神さんから、まあ我慢せえや、言われて。で、何回か会うてるうちに意気投合して、やっぱりこの子は特別な子や言うて、うちの娘と結婚させよう言うて、結婚させて出口鬼三郎になるわけです。だからさ、上田喜三郎やさ、上田喜三郎、そうやせやせやせ。で、まあ、さっき言ったみたいに、そういうその出口直のそのカリスマ、宗教的カリスマにこうすがってた原始的な教団を近代化するためには、脱出口直をやらなければいけないから、いろんなことをやったということですね。弾圧っていうのは怖いなと思うのは、その牛虎の金人思想だけでいくと、それこそね、江戸期に一向宗が弾圧を受けたのと同じで、地上の権威を認めないわけですよ。江戸期に一向宗が弾圧を受けた理由というのは、まあ、門徒やったらわかると思うけど、阿弥陀さんにおすがりしていれば大丈夫というから、地上の権威を全く認めないわけです。信長、秀吉、家康と一向宗を敵対視したという最大の理由はそこですよね。ほっといたらコミューンを作ってしまうわけ。今で言うね。コミューンをほっといたら一向宗の連中は作ってしまうから、統治というものは行き届かなくなるわけですよ。だから石山本願寺との石山合戦をやるし、信長が一向宗を弾圧して、で秀吉の時から本願寺を分割させてというで、江戸時代もそれを踏襲して、京都に東本願寺と西本願寺、大阪に北御堂と南御堂があるのはそのせいですわな。一向宗が一丸するになると、浄土真宗が一つになってしまうと、地上の権威を認めなくなって統治が行き届かなくなるから、分断して統治せよということで、わざわざ今でいう本願寺派と大谷派に分けさせて、で一向宗が一丸にしないようにするわけですよね。出口鬼三郎はね、多分それをよく分かってたんだと。このままやと大本は弾圧されると思ってたんでしょうね。どんどんね、出口直の影響というか、出口直の書いたこと言うたことはそのまま守るんだけども、その外側に国家神道的なことをね、こうつけていくんですよ。で、言うて、牛虎の根人が一番偉くて宇宙の中心だということというのは、まあ単純に考えたらわかると思いますが、天照大神を中心とする、いわゆる天皇主権と完全に相入れない思想なわけですよ。ほんで、みんなその後ろの根人を信じてたらそれで大丈夫ということで、実際コミューン化していくんですよ。このままいったら我々は弾圧されるということを気づいてたんでしょうね。弾圧されるということが分かっていたから、どんどんね、賢を集め出すんですよ。賢に本を書かせて、大本は決して大日本帝国と矛盾するものではないですよという教学を整備し始めるんです。で、その教学の整備の時に一番活躍した人はこの人です。どの人です。まあ誰か分かりやと谷口正治さんです。この人も早稲田英文卒ですからね。なんやかんや言うて。卒ではないか。早稲田英文中退ですからね、この人も。大本にいた賢い奴らにこう本を書かせるんですよね。いっぱい。で、本を書かせて、本人、出口鬼三郎がああやってコスプレしてる一方で、僕、今年で52歳になりますけれども、南海ジュニアよりも上の世代は、子供の時本屋に行ったら、谷口正治の生命の実相がドーンと置いてあるっていう姿を覚えておられると思います。どの本屋行っても生命の実相はドーンと置いてありました。で、成長の家というのは、後年出版宗教と言われるぐらいにいっぱい本書くんですよ。でも、谷口正治のデビュー作は、
成長の家を作って自分が教祖になってからの本ではなくて、彼が大本にいた時の本がデビュー作なんです。行動連学講話ってやつですね。で、まあこの本がめっちゃ売れるわけですけど、でこの中でね、谷口正治は、このタイミングですでに天皇絶対主義みたいなのを書いてるわけ。で、今回、これ別に宣伝をしたくて言うてるわけではないですけど、今回の新しく8月の31日に出るスピリチュアリズムとナショナリズムの中で、この行動霊学講話を僕も引用してますが、成長年齢になる前にすでにですね、ここで天皇絶対主義みたいなことを言うてるんです。諸君は今こそ日本の世界統一こそ宇宙の普遍的意志であるということを知ったのであろう。この宇宙の普遍的意志は行動というのである。神から先天的に首脳者として定められたる日本皇室が世界を統一しなければならないのである。で、これね、神道にお詳しい方とか日本の伝統文化にお詳しい方だとするとね、この行動霊学講話で谷口正治がやったことというのはね、後の成長の家みたいな、彼は英語が読めたんでね、そうだと言うんでしょうが、コーランからバイブルから法華経から昇進下から何から何まで引用して、出口直がこう言うてたのは実はバイブルのこの説と同じことを言うてるんだみたいなことをわーっていろいろ言い訳し続けてるわけですよ。で、出口直は、ウシトラの根人っていうのが根本心で、ウシトラの根人を守っとけばええ言うねんけども、その、わーっていう谷口正治の出口直の言葉解釈を経ていくと、なぜか、雨の皆金主の御事が宇宙の主催神であって、雨の皆金主の御事、これは神道をご存知の方やったら分かると思う。これ吉田神道の流れなんですけど、その雨の皆金主の御事から流れた増加三神から出てきて最後に、イザナギイナナミになって、んで、アマテラス大神になって、で、天孫降臨があってということを出口直的に表現したまでだっていう言い訳をするわけ。だから僕たち弾圧しないでねって言って。で、弾圧しないでねっていう時に過剰適用するために、過剰適用すると、天皇陛下万歳、日本が世界を征服するんだ。天皇は神に定められた首脳者であるっていう表現になっちゃってんのよ。で、この本出したのにもかかわらず、この本の次の年に弾圧されちゃう。大本は。徹底弾圧を食らうんですよ。で、その弾圧が嫌で、谷口正治は大本を出ていくんです。革命としか言いようがない出口直の、これがなぜ革命ということを僕が使うかっていうのは、いずれ話することはあるでしょうが、安村さんの出口直論を読まれたらわかると思いますが、明治期の増形財政でデフレがなって、構造的に庶民が貧乏になる時代がやってきたけれども、明治政府がその貧乏に不満を言わないように道徳というものを国民に押さえつけていくわけですよ。教育直後、うんぬんかんぬんとか、日本人の常識というのは、あの時に貧乏に文句を言わせないために、資本の建築体系が進む、マルクス的に言うとね、資本の建築体系が明治の社会の中で進んでいく時に、取りこぼされていく人々に黙らせるための道徳だったわけですよ。そこが令和の今日まで続いてるでしょというのが安丸さんの論点なんだけど、安丸さんが出口直をなぜあんなに注目するかというと、出口直はその外にいて、そんなもんクソくらえって言うてるんだよ。こんなに庶民が苦しんでたら世の立て直しっていうのは後ろの根人さんがやってくれるっていうわけ。この全く意味の革命なわけですよ。すっごい面白いの、出口直は。中山美紀も面白いけども、ものすごく面白いんだよ。もう渡辺美里ぐらいの話、ほんまにそうですよ。動き始めたマイレボリューションです。明治という国家と出口直は、今で言うたら多分統合失調症っていうふうに診断を降りると思うんですけれども、自動筆記で戦い続けてるの。だからこそ人々を引きつけるわけですよ。で、いろんな人が入信していく、このままだったら弾圧される谷口正治がそんなことを言うて、いやいや出口直は実を言うと革命思想なんじゃないだ、天皇陛下万歳って言ってるんだってあの本を書く。それでも弾圧される。という国家の超越ということがあそこで決まる。この間もちょっと話しましたけども、これは大正時代の第一次大本事件の第一次大本弾圧だけども、昭和になってから、戦争近づいてから第二次大本事件っていうのがありまして、その時も不敬だということで大本が徹底弾圧されるんですが、前もちょっと話しました。104で、木戸線取って、
観客集めて目の前で教団本部ダイナマイトで爆破するんです。当時の官憲は。明日爆発させます。皆さん見に来てください。お代いくら。俺天才やと思うで、それね、金取らへんかったらけんへんかったと思うで。そやで、爆発で金取る言うたら大仁田敦ぐらいですよ。で、それだけないし、もう当時も出口直死んでるんですけど、出口直の墓暴いて、綾部の街中の一番人通りが多いところに墓作り直して上踏んで歩けよ。それぐらいのことするんですよ。むちゃくちゃなことするの、当時の官憲は。えげつないことすんのよ。で、それぐらいのことをして弾圧するんですが、まあその前に谷口正治は離脱するんですけど、で、その後谷口正治は弾圧が嫌やから逃げた。僕はもうそう思います。弾圧が嫌やから逃げたと思うんです。谷口正治はね、インテリゲンジャーなの。で、人生でいろんなこと悩むのよ。まず悩んでんのはね、谷口正治、自分の性欲に悩むのよ。好きでたまらんのよ、これが、谷口正治。それでいろんな失敗するわけですよ。で、それで大本に行ったりするわけですけど、で、大本から逃げた後も、いろんな人生のね、問題がこう出てきて、その都度ね、こう宗教に行くわけですよ、とか。で、当時は宗教と名乗らないね、精神医療とか手かざしとか当時流行ってたんで、大正時代の日本ね、大正末期の日本っていうのはスピリチュアルがめちゃめちゃ流行ってたんで、そういうのにね、次から次へとのめり込んでいくんです。でもね、根がインテリゲンチャですから、途中でね、こんなアホらしいことやってられるかいになるんですよ。で、特化引っかいいろんな宗教行ったり出たり、宗教入ったり出たりするんです。で、実家に帰らはるんですよ。実家が神戸なんです。今もね、実家の跡が残ってます。神戸の人やったら遠足で行かはるんちゃいますかね。この唐沢原直水地ってとこなんですが、実家そのものはこの貯水池の底に沈んでるんですが、この貯水池に登っていく道のところに大調和の碑ってのが残ってるんですが、石碑見えますかね、この石碑。これがね、谷口正治が後に生命の実相の中で自分の実家は湖の底に沈んだが、貯水池そのものは明治の終わりにできてるんで、沈んだからこそ清らかなまま守られてるみたいなこと言ってるの。この丘からその貯水池を眺めたという跡地でね、これが残ってて、見にくいかもわかりませんが、この石碑には何時ら天地一切のものと和解せよという大調和の神事の石碑が立ってるんです。ここが神戸の彼の実家の跡です。聖火ではない。聖火は沈んでるんですが、沈んだ後、周りにこう村ができてね、そこの一軒が谷口正治の実家だったんです。お父さんお母さん。で、その実家に妻と子供と一緒に身を寄せるんです。で、身を寄せるんですが、子供が病弱なんですね。娘さんなんですけど、病弱でお乳を飲まなかったり、食事を受け付けなかったりする。それでもまた谷口正治は悩むんです。さっき Google マップで見ましたけれども、こう引くと画面の右下に三宮の駅が出てきますが、神戸の人やったらご存知やと思いますけれども、この近くに祇園神社っていうのがありますわな。祇園神社というもありますけども、それどういう都合か知らんけども、谷口さんのここの村はね、ほんまやったら祇園神社やと思うんですけど、村としてね、祇園神社やなしに、生田神社の氏子さんやったらしいんですよ。場所から言うたら祇園神社とかね、五宮さんとかの氏子やったら、まだ距離的にはわかるんですけど、なんでか知らんけど、この村は生田さんの氏子さんやったらしいんですよ。で、いろんな宗教にハマっては、悩みが解決せずにで、また違う宗教にはまり言うて、人生の転変を繰り返して、神戸の実家に戻ってきて、妻と子供と一緒に戻ってきて、子供が今度は病弱だということで悩み始めて、どうしようもなくなった谷口正治は、生田神社に参拝しに行くんです。生田神社に参拝しに行った時に、別に生田神社で神様が降りてきたんではないんですが、唐沢原貯水池の根木のところから生田神社まで坂下っていってお参りに行って、歩って唐沢原神社に帰ろうとする最中に、おそらく当時の彼の記述を見ると、今の県庁あたりにあった、昔県庁の周りは女学校でしたから、女学校の周りにあった古本屋に立ち寄るんですよ。で、そこで一冊の本に出会うんです。で、その本は今的に言うと自己啓発の本なんです。で、その自己啓発も
デラべっぴんちゃうよ。オレンジ通信とかアップル通信を見て、うわー喜んでる言うて。男として気持ちはわからないんでも、古本屋へとそれ見てしまうのはわからないでもないけど、当時まだデラべっぴんないですから。実はナックルズでもないです。投稿写真塾でもないです。漫画ローレンスではもはやないですね。なんで古本屋って言うたら急にエロ本大喜利が始まるのかなと思うんですけど、お前ら俺の客として育ちすぎやろ。立ち寄ったんは古本屋。信長書店に立ち寄ったんじゃないの。全部白黒の方が燃えるとかね、そういうマニアックな話をしてるんじゃないんです。自己発電の本じゃなくて自己啓発です。で、そこの古本屋で谷口正治はおそらくほんまに県庁のそばにあったと思うんですよ。生命の実相の描写から考えるとね。で、その本が彼にビビビビビビッと来たものがあって、そっから成長の家始まるんです。そこで彼は目覚めるの。で、その本というのはね、キリスト教を科学的に解釈し直すみたいなノリの本なんですよ。ニューソートの本です。で、ニューソートの本を読み出して、で、谷口正治は宗教を始めたつもり一切ないの。自己啓発団体として始まってる。で、しかも谷口正治が始めたのは、彼は早稲田英文ですから、生田神社の帰り道、今でいう県庁のそばの古本屋で手に触れた、彼が手元に取ったのは、すでに和訳されてる本やったんですが、原著で読みたいってことになって、原著を読み始めて、それをどんどん翻訳し始めるんです。それが成長年の始めなんです。で、ある日、七つの灯台の神事という神様のお告げが降りてきて、今こそ立てって言われて、自分で独立して自分の成長の家という集団を始めるんですね。この時に、谷口正治は大本の弾圧の記憶があるから、別に弾圧を避けるわけでもないんだけども、巧妙に明治体制との対決を避けるわけ。でこれをパーンと俯瞰で見ると、安丸さんの通俗道徳の権化になっていくのよ。で、その自己啓発路線が、人に優しくしましょうとか、感謝しましょうとか、自分の仕事に誇りを持ちましょうとか、自己啓発ノリが、なぜ大日本帝国肯定論になっていくかというのを解説したのが今回の俺のこの本なので読んでもらいたいんですが、大日本帝国全面肯定論になっていくの。なぜならばさっき谷口正治の実家跡で石碑を見たでしょ。こう書いてあるんです。何ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものと和解するときっていうのはっていうやつなんですがね、気持ち悪いから読まないですけど、何ら天地一切のものと和解せよと言うてるんですから、一番最初に和解するのは国家なんです。国家からの弾圧に手合わせてありがとうございますって感謝するんです。これ新自主五守護ということで成長の家のバイブルのうちの一つなんですけれども、読み上げますね。何ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものと和解が成立するとき、天地一切のものは何らの味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、ばい菌や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよ。これ、自己責任論なんですよ。僕が参政党や維新を成長の家と結びつけるの、無理からぬとこなの分かります？で、この思想がね、この後日本を蝕んでいくんですよ。今では想像できないぐらい成長の家流行ってましたからね。1980年代まで。どれぐらい流行ってたかって、分量で言うと、最盛期で4人参議院作ってたんよ、成長の家。で、それ創価学会の下、幸福の科学の全然上、全部自民党からやけどね。どれぐらい流行ってたかって、病気になった人にお見舞いで成長の家の本持っていくんやもん。これはもう戦争始まる前の話を今してました。戦争終わった後、一番著名な成長の家の政治勢力ってあれじゃないですかね。石原慎太郎じゃないですか。青蘭会ってあれ、成長の家支えてたんですよ。石原慎太郎と浜子の青蘭会ってあったでしょ。あれ、下支えしてんの成長の家ですよ。石原慎太郎が霊友会言われてんのは、成長の家が後に政治を撤退して、石原慎太郎自分の政治基盤がなくなるから、霊友会に近づいてるんです。
で、どれぐらい流行ってたかって、常にこの人出てきますけど、この人、村上正邦さん、参議院議員のくせに派閥の領袖になってるんですよ。自民党の歴史の中で参議院議員になのに派閥の領袖になった最初の事例は村上正邦です。半端な影響力があったんですよ。で、その半端な影響力がある政治勢力の日の丸降って君が代歌え言うてた人らの源流が汝一切のものと和解せよなんです。しかもなんで流行ったかっていうと、生田神社の帰り道に会うたのが自己啓発の本やったって言うてるでしょ。だから、一般の人は宗教とあんまり思ってないね。で、実際なんか、こんなん出ましたけど、みたいなことせえへんし、成長の家は。で、谷口正治本人のことを神様やって言わへんし。例えば、幸福の科学やったらさ、大川隆法みたいなけったいなおっさんのことを宇宙最高神って言わなあかんわけや。宇宙で一番偉い神様や言わなあかんわけですよ。で、創価学会やったら創価学会でも池田大作はすごいって言わなあかんわけ。でも成長の家は、谷口正治はすごいって言わなくていいのよ。谷口正治といういろんな本読んでいろんな本書いてはる先生がいてはるから、その先生の書かはった本読みましょうなだけやねん。で、ふわっふわしてんのよ。で、谷口正治も本読むの好きで本書くの好きやからずっと書斎にいんのよ。だって彼の連載コラムのタイトルが瞑想蒸気ですからね。ほんで、万教起一って言ってるんですよ。最終的には全ての仏教もキリスト教もイスラム教も最後は万教起一で同じ原理に行くって言ってるんですね。だから、その人が家が日蓮さんであろうが親鸞さんであろうが何であろうが成長年の会にはなれたんで。で、総学会になろうと思ったら仏壇壊せとかって話になるやん。ほんで、信者獲得のこともね、別にね、信者を獲得しようとしないんですよ。面白いですよ。成長の家の布教活動は。当時ね、なんて言うてたか言うたらね、私有獲得運動って言うんです。雑誌の詩に友達と書いて、私有獲得運動。私有ってどういうことかっていうと、月刊誌の定期購読をしてくれる人を増やしていこう。4つの雑誌の定期購読を増やしましょうという信者獲得運動をやってたんです。書いてることはね、いろんな人に感謝しましょうとかね、みんなで仲良くしましょうとか、こうやれば家庭円満ですとかね。そういう自己啓発のりです。で、その成長の家の教団がいかに今の自己啓発本ムーブメントに影響を与えてるかというのはこれを読めばわかります。で、道徳の本だと思われて入ってきてるんですよ。で、わーって興味を持っていった最後には、万教起一って言ってたでしょ。あ、お宅家キリスト教なんですか。あ、お宅家は日蓮召集なんですか。お宅家浄土真宗本願寺派なんですか。へえ、それはそれで結構です。大丈夫です。万教起一ですからみんな仲間ですって言ってどんどん深入りして、最後に、その万教起一のこの根元には、天照大神がいるんですけどねって話になるんです。で、天照大神のさらに奥に雨の水上主の御事っていうのがいて、ほんで住友神がそれが源としてこう出てきて、うんぬんかんぬんっていう話から始まるんです。という、そのあり地獄構造があったんです。どれぐらい当時流行ってたかっていうと、稲盛和夫の生き方。ね。これ、いろんな経営者の人とかね、バイブルやとか言うてる、この生き方ね。稲盛さんのこの本。めっちゃ流行ってるでしょ。これ読んだら、どれぐらいの影響力が成長の家にあったかっていうのはようわかると思いますけど、54ページ。その時に隣の家のおばさんが不憫に思ったのでしょう。稲盛さんこの時病気で伏せてはるんですよ。その時に隣の家のおばさんが不憫に思ったのでしょう。これでも読んでみなさいと、成長の家の創始者である谷口正治さんの生命の実相という本を貸してくれました。中学に入ろうとする子供にとってはやや難しすぎる内容でしたが、私は何かにすがりたい一心で、わからないなりに読みふけり、やがてそこに、我々の心の内には災難を引き寄せる磁石がある。病気になったのは病気を引き寄せる弱い心を持っているからだというくだりを見出して、その言葉に釘付けになりました。ということは谷口正治の直接の影響を受けてないかもわからんけど、この本の影響を受けてる人どんだけおんねんってこと、ここに帯に書いたの150万部突破ですよ。俺の日本会議の研究の5倍売れてんのよ。さらに最大級の日本の社会に影響がめちゃめちゃあったというのは、NHK の歴代の朝ドラで視聴率ナンバーワンって、
でもみんなもう一瞬で答え出てくると思うけども、歴代視聴率ナンバーワンは惜しいんですよね。あれ、音羽信子が晩年をやりますけども、晩年ね、小林彩香が子供の時やってて、ちゃーんって言うてて、晩年音羽信子やりますね。あれ、音羽信子の子供の役ね。なんであれ推しになって立身出世物語、最後、家が大きくなるんですよ。なんでか言ったらスーパーヤオハンっていうバブルの時に、上海とかにも出店するぐらいの日本でナンバーワンのスーパーチェーンの立身出世物語が惜しいんですよ。もうヤオハン潰れてもうだからみんなバカにするけど、当時のヤオハンなんて、ロサンゼルスにも店あるわ。マレーシアにも、シンガポールにも、上海にも店あるわ、言うて。世界中にあったぐらいの巨大スーパーチェーン、今のイオンなんてもんじゃないぐらい大きかったんですよ。で、そのヤオハンが自分の会社の物語を漫画家になぜヤオハンは繁盛しているかということを教える漫画があって、ヤオハン物語って漫画があるんですけど、その漫画の一節です。社員を全員成長年の信者にさようとする。これ実言うと続きがあるんですけど、下のコマ。ここで、わかりました、頑張りますっていう社員だけやったらええんですけど、宗教は個人の自由じゃないですかって言って、そうだ、どうして押し付けるんだって、この後、沈黙の点々点のコマありますが、この後のセリフは、ではやめてくださいやからね。とにかく成長年の教えと取り込んだ商売なら実践してもいいんですが、成長年には入りたくないというのは私、パン工場の人間の一致した意見です。成長年の教えが素晴らしいことには何に言います。ただいくら考え方に共鳴した時からといっても新興宗教の信者になる対抗があるんです。わかりました。仕方ありません。大変残念ですが、今日最後にパン工場を閉鎖することにします。今までありがとうございました。新しい職場で皆さんご活躍されることをお礼に乗っています。で、これは別にヤオハンを批判する漫画ではなくて、ヤオハンがなぜこんなにワールドワイドな大きな会社になったのかを説明する漫画ですからね。でね、考えなきゃいけないのは、さっき稲森さんの病気になるのは自分の中に病気を引き寄せる弱い心があるからだって言ってるわけですよ。その弱い心がなければばい菌も怖くないっていう、さっき書いてあったやん。七つの東大の真珠の一番最初の大調和の真珠なんだけど、汝が何者かに気づけられたり、ばい菌や悪霊に侵されたりするのは、汝が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよって言ってる。ということは、あらゆる失敗は自分のせいなんですよ。病気になってる自分は、本当の自分じゃないと。本当の自分は、もっとピュアで美しいんだと。だからそこで自己啓発の理があるわけ。本当の自分っていうのは、もっとピュアで美しいから、その自分を 100% 世界中のもの、天地一切万物と和解して、ピュアな自分になりきったら自分の本当の姿が出てきて、それは無敵なんだと。その本当の姿というのが出てこないから病気になったり失敗したりするんだっていう教えなんですね。それは自己啓発のりやったらええんですけど、これ日の丸君がに援用されるんです。そうなんです。どういうことや。病気というのは本来ない、自分が弱いから酔い込んでるんだって考え方は、戦争に負けたという現実もないんだと。本来の日本はそういう日本じゃないんだと。で、その教えがね、これはその汝一切のものと和解せよというのは昭和5年に出てくる、戦争の遥か前に出てくる教えなんですよ。戦争終わった後また神様降りてくるの、谷口正治に。その中でね、何を言うてるか言うたら、軍国主義日本というのは苔の姿であるから負けて当然だったって戦争終わった後言うてんの。日本実相権限の神事っていうのを、この敗戦の原因は多々あれども戦争を始めたから負けたのである。っていうから始まるね。いや、まあ、そうやけどよ、みたいな話やねんけど、もうここ。心狭く尖りたる排他的な軍国主義のエセ日本の国は沈んでしまっても、実相円満の日照期のようにまん丸い日本の国はなくなっていないのである。そんなものは、軍国主義日本っていうのは日本人の心から言うとありもしないものだったんだ。だからありもしないものが負けるのは当然である。で、必ずそれは日本人の全体の心が円満になり、実相の波動に日本人全体の心の波動がぴったりと合うようになれば、現象界にもその不滅演奏の姿を表すのである。だからここで信仰と日本の復興が合致するわけです。でそうすると戦後の成長の家の信仰実践と政治運動が合致するのは当然なんですよ。本当の日本を表しましょうって言ってるから、明治憲法復元って話をするわけですよ。これ、謙虚深い雅典飲水に聞こえるかもわからんけど、今日の動画のタイトルに今までの1時間半の話を回収していくとどういうことになるかというとね、
これ谷口正治の考えで宗教や言うてるけど、これ成長の家が日本の社会に影響を与えているからではなくて、ちゃっとさっき話しましたけど、安丸さんの分析に出てくる通俗道徳ってみんなこれやん。全部お前のせいやねんでって。お前が今貧乏なのも、お前が道徳的に劣っているからお前は今貧乏なんだと言われてるわけじゃないですか。で、これその谷口正治の独創のように見えるんだけど、谷口正治の独創だけではなくね、これ広く日本人が明治以降信じている通俗道徳の一形態であることは間違いないわね。で、強いやつは偉い。で、何時一歳のものと和解せよの順番は強いやつ順なんですよ。自分が幸福になるために、自分が幸せになるために、自分がお金儲けできるために、アオハン的に言うと、成長的に言うと、万物と和解しなきゃいけないわけでしょ。で、さっきそのパン工場の人をスコーンと首切ったみたいに、強いものと順番に和解していくわけ。太客から順番に和解していくわけですよ。そうすると、大本の弾圧が原風景にある谷口正治の常にあるのは、漢検と和解するというところが一番最初にあるわけ。で、この漢検と和解することが何よりも正しいんだっていう考え方って、別に成長の家だけやのうて、みんなそうやん。皆さん忘れてるかもわかりませんけども、漢検と和解することが何よりも重要なんだということを旗印に挙げて選挙を戦った人がいるんです。このおじさんです。この人なんて言うてた？この人の選挙の旗印、立憲民主党に代表になってからの選挙の旗印は、安倍さんとの約束やで。立憲民主党はたかだか10年しか歴史のない政党ですが、その10年前2017年にどうやって立憲民主党という政党ができたかっていうと、安倍晋三が作った安保法制に対抗するためにどうにかしようと民進党があがいてた時に、どうにもする必要がないんだ、安倍さんの言うことを聞けという一派が希望の党っていうのを作って、希望の党には行きたくないという連中が作ったのが立憲民主党で、安倍さんの言うことを聞きませんというところで旗印立ったのに、その後、野田義彦が代表になったら安倍さんとの約束に旗印が変わってるんですよ。中道改革連合になる前から立憲民主党が負けてたというのは、実を言うと選挙に勝ってたのは、安倍さんの言うことなんか聞くかっていう時に選挙に勝ってて、安倍さんとの約束って言い出してから選挙に負け始めてるんです。枝野代表の時も、泉代表の時も、選挙勝ってんねんて。意味がわからないのは、自由民主党が安倍さんを継承します言うて選挙してる時に、立憲民主党が安倍さんとの約束を言うてるんですよ。この人ね、何時一歳のものと和解しはったんです。で、これがね、あながち謙虚不快じゃないところを言うとね、これ学術論文もあるんですが、この人、松下政経塾出身の初めての内閣総理大臣です。松下政経塾というのは松下という名前があるように、松下幸之助が作った集団です。松下幸之助の愛読書は生命の実相です。どうもありがとうございました。でね、生命の実相らしくね、野田義彦という個人はね、とても魅力的な人物なんです。人たらしの天才ではあるんですよ。俺個人は野田義彦に心盗まれたことはないですが、心盗まれてる人いっぱいいる。もうトロントロンになってる人、永田町にいっぱいいる。一番賢明な野田信者は、東京では手塚義雄さんちゃうかな。蓮舫さん、鎌田さゆりさん、家政界の人々とほんまにトロントロンになってんねん。わからんでもないです。俺は気持ち悪いなと思うのは何故かというと、野田義彦を見てると、谷口正治の言うてる実相円満ってこういうことなんやろなと思う。でも、根本の思想の中に、何時一歳のものと和解せよというのがあって、そしてそれが通俗道徳で上の和解というのであれば、強いもんから順番に和解していくってことは、官権、金持ち、資本家の順番に和解していくんですよ。とすると、社会的弱者っていうのは最後の後回しになるわけ。さあ、この人が野党の代表で選挙に勝てますかという話なの。それは自民党の仕事ですよ。官権、金持ち、資本家の順番に和解していくのは。根源的に無理なの。それは、その政策的におかしいとかではなくて、世界観が逆なのよ。だって何時一歳のものと和解せよとね、さっきの稲森さんが聞いた自分の心の中に弱いところがあるから結核という病気がやってくるんだっていう考え方とかだったらね、弱い人間は弱いからや。
強い人間は強いからや。となってくると、強い人間は何時一歳のものと和解済みになってまうわけ。和解済みやから金持ってんねやろ、和解済みやから成功してんねやろ、和解済みやから健康やねやろ。っていうことは、病気してる人、金持ってない人、失敗してる人は和解してへんからやんって話になるわけですよ。そうならざるを得ないのよ、あの OS では。で、社会変革なんて絶対無理なの。だって社会はアプリ寄りに正しいって言わなければ和解できないじゃん。根本的に無理なのよ、社会変革は。結果力の支配になるんじゃなくて、あり得るのは永遠の現状追認しかない。今あることは今あるんだから正しい。社会を構造として捉えて、マルクス的にそれを変革しようなんてことは思いもよらない。なぜならば、今が正しいんだから。だからもう野田さんの前で言うともう、トマトがパパ、いやじゃあナスがママなんですよ。もうえらいことになるんです。あんまりおもろなかった。政策云々かんぬんじゃない根源のところで選挙に負けるということが宿命づけられてるの分かる？無理なのよ。OS をリプレイスしない限り、この人路線では絶対無理なのよ。この人が松下政経塾出身の最初の総理大臣ですが、その後、内閣総理大臣になった松下政経塾出身者というと、まあ皆さんよくお分かりだと思いますが、この人ですわな。この人を見ていると、何時一歳の者と和解せよが強いもん順番やってようわかるでしょ。でもこの人がそれでもええのは、この人は自民党やから、自民党という政党は政党としてそういう政党やから、うまいこといくわけですよ。無理してないわけ。野田さんが失敗するのは、強いもんから順番に和解していくという OS でやのにもかかわらず、強いもんから和解したらうまいこといかへん。野党側にいるからうまいこといかへんわけですよ。ボタンが団地になってる。野田さんはずっと。でも、早苗ちゃんがうまいこといくのは、そういう政党にいてはるからうまいこといかはるわけです。要はその、本人の OS と政党の OS が一緒やからうまいこといくわけですよ。ただね、何時一歳のものと和解せよというか、この通俗道徳的なもの、いやいや、お前の心持ち次第やと、お前の道徳的実践が足りていないから、今お前は貧乏であり、今お前はしんどくあり、今お前は金がないんだという、この明治以降日本を蝕み続けている通俗道徳、谷口正治的なものの最大のポイントは、究極の自己責任論になってしまう。社会を構造と捉えて、その構造変革をしようとすることをしないというところにあるんではなくて、そうである以上、ニアリーイコール、細けいことはいいんだよになっちゃう。で、息踏んで全部乗り切れるわけ。細けいことはいいんです。だって雑くならざるを得ないやん。だって和解したら終わりやねんもん。オッケーって言うと終わりやねんもん。いやもうローラみたいなもんです。オッケーって言うと終わりです。ものすごい雑なの全部。だって端的に言うと、強いもんから順番に和解していくって、長いものに巻かれろとしか言うてないのね。よらば大樹の影と、長いものに巻かれろしか言うてないのよ。で、全部精神論やから、ごめんって言うたら謝罪が終わりや思てんの。で、その雑さが現れたのが、この人の雑さが現れたの、この間の靖国妖拝なんです。実を言うと。これね、細かい話をするとね、えらいことになるんですよ。あれね、すごいことやってるんですよ。戦争の前に、もう政教分離という原則はあったんです。で、戦争の前は松岡洋介が我が国、我が代表、堂々代表すということで国際連盟から離脱するまで、日本は今でいう国連の安全保障理事会の理事国でしたから、拒否権発動できる五大列強のうちの一つやったんで、世界の文明国と扱われてたから、文明国でまさか政教分離してへん国はないやろ。いや、そんな国ないやね。ほんまやって日本が言われへんためにどう言うてたか言うたら、キリスト教、宗教です。仏教、宗教です。イスラム教、宗教ですよ。天理教、宗教です。根本教、宗教です。大本教、宗教です。神道、いや、あれは宗教ちゃうん。あれは国民の生活習慣の訓練の場所なんです。だからあれは宗教じゃないんですよと。国民礼法実践の場所であって、別になんか宗教的なことやってるわけじゃないんです。だから天皇は
靖国神社に行くんです。伊勢神宮に行くんです。だから政治家は、軍人は靖国神社に行くんです。伊勢神宮に行くんですということを戦前は主張してたんです。戦争負けた後、そんな言い訳が通用せえへんようになって、はい、神社神道も宗教ですってなったんや。そしたら、内閣総理大臣が靖国神社に行かれへんやん。だって、それガチの政教一致になるから。でもそれと困るわけでしょ。戦争で死んだ人の慰霊施設は靖国神社やねんから内閣総理大臣が行かなあかんっていうことが当然の理屈だとあるんであれば、慰霊施設が宗教法人であってもうては困るわけですよ。で、これはまあ何度も話してる話ですけども、だから戦後の右翼会は、靖国神社を宗教法人じゃなくて、ちゃんと国家の慰霊施設にしようと戦後の右翼は頑張ったんです。で、それで自民党も法律を出したんですよ。靖国神社国家護持法案って言って、靖国神社を国有にしてね、まあ早い話をすると特殊法人にして、国家の管理施設にして、国の慰霊施設にしようとしたんですけど、それを当の靖国神社が自分たちは宗教法人ですって断らはったんです。で、うちは宗教施設です。靖国神社が言うたんや、その時に。それが三木内閣の頃、田中内閣の後の三木内閣の頃に出てきた。で、三木内閣が、その今の右翼もね、三木が悪かったと。三木首相がね、あそこで公式参拝しないって言い出したのが悪かったんだと。言うたのは、それは三木が中国と韓国になびいたからやって言うてんねんけど、中国と韓国になびいたわけじゃないのよ。三木さんがリベラルやったからそう言われるんやけど、別になびいたわけじゃないのよ。その年の前の年に、靖国神社国家護持法案が、当の靖国神社の反対で廃案になってしもうたから、もう 100% 金ピカの宗教団体になってしもうたから、内閣総理大臣として初めて明確にいけませんって判断が下ったから、三木さんは公式参拝を止めたわけ。それまではグレーやったんよ。で、なんでグレーで住んでたかって言ったら、1970年代当時は戦争終わってまだ20年とか30年しか経ってなかったから、戦後の混乱期のどさくさでいろんなことが行われたっていうことの記憶がみんなの中にあったから、靖国神社宗教に見えるけど宗教とちゃうと言えるし、戦前の記憶もあるし、まあ別にええんちゃうかってグレーやなーって言うてたんやけど、靖国神社が白黒つけてしもたわけですよ。自分たちは宗教団体やって言うて。で、せやから三木さんは明確に自分が内閣になった瞬間に、その法案が廃案になってしまって、靖国神社が明確に宗教法人になってしまったから、今まで白黒ついてなかったやつが真っ黒になったから行かれへんようになってもうたわけですよ。そやから三木さんは公式参拝を取りやめたの。で、その頃当時その三木も含めて三角大福中って言われました。三木、田中角栄、大平正義、福田赳夫。これが一通り内閣総理大臣をやった後、やっとこの人の順番がやってくるわけですよ。で、この人は戦後右翼のヒーローとして初めて内閣総理大臣になったんです。で、これなぜかというと、この時中曽根康弘が右翼のヒーローだった理由の一つは、最大の理由は、三島由紀夫の滑腹自殺の時の防衛大臣がこの人やったんです。で、日本会議の樺島雄三とかが社会のデビューを果たすのは三島由紀夫の裁判の支援闘争からなんだけど、この時にまあ出てけえへんかったんやけど、当時の右翼は中曽根康弘に裁判に出てもらって、自衛隊がいかに虐げられてるかという証言を裁判でしてもらおうって運動をしてたから、右翼とのつながりができて、中曽根康弘はまあこの人海軍の出身ってこともあって、右翼のヒーローやったんですよ。で、右翼のヒーローとして内閣総理大臣に田中角栄からバックアップされてなった時に、右翼のヒーローやから、俺は靖国参拝するって言うね。俺のちょっと前の三木さんが辞めたけども、俺は靖国参拝をするって言うて内閣総理大臣になったわけ。1984年に。当時の藤波官房長官に命じて、靖国神社参拝に関する有識者懇談会っていうのを作らせるのよ。要は、靖国神社が白黒つけてしもて真っ黒の宗教法人になってもうたから、内閣総理大臣は参拝できひんようになってもうたけれども、憲法解釈をちゃんと整理すれば、内閣総理大臣も公式参拝できるんではないかということを、政府として政府見解をまとめましょうということで、藤波官房長官の諮問に答えさせる有識者懇談会を作ったの。で、この時の有識者懇談会がそうそうたる顔ぶれで、ものすごい真剣な議論を1年間やった。で、翌1985年の8月9日に答申が出るんです。
正殿参拝とか、靖国神社が指定する方法で参拝をすることは、それはどんな理屈をつけてやったとしても、政教分離の原則に違反するという判断をしかねられないから、心がこもってるこもってないは本人しかわからんことやから、その靖国神社が指定する参拝の方法以外で靖国神社に行って、例えば本殿の前で頭を下げるだけとかであればね、そんなもん靖国神社の指定に従ってるわけではない、自分の異例の気持ちのだけやから、それはお咎めがないでしょうと、ざっくり言うと、そういう政府見解が1985年に出来上がるわけ。要はどういうことか言ったらね、柏で打つな言うわけですよ。正殿参拝するな、柏手をするな、お祓いを受けるな。行って頭を下げるぐらいやったら、それは異例行為として OK だろう。ギリギリ OK だろうって答申を出す。答申が出た結果、藤波官房長官が8月の9日に藤波官房長官って談話っていうのを出すんですね。しかしこの度、閣僚の靖国神社参拝に関する懇談会の報告書を参考として慎重に見解した結果、今回のような方式によるならば、公式参拝を行っても社会通念上憲法が禁止する宗教的活動に該当しないと判断した。それはどういうことかっていうと、本殿において一礼する方式、または社党において一礼するような方式で参拝することは差し支えなかろうという判断が出たんです。いや、頭下げるだけ。で、要は、その宗教団体がの求めに応じていないでしょという。理屈としては。宗教団体が規定する礼拝の様式に従っていないから、特定の宗教団体との癒着とは言えないでしょという外形標準上の議論に落ち着いたんです。だから、ここで明確に言うてるのは、二礼二拍手一礼なんてことは絶対するなっていうのが政府見解なんですよ。要は政府見解から言うと、二礼二拍手一礼が憲法違反なの。で、この藤波ちゃん官房長官談話が出たのが8月9日で、8月9日から約1週間経った8月15日に、日光ジャンボ機の墜落事件の数日後ではありますが、靖国神社に中曽根康弘は参拝するわけです。で、その時に公式参拝と称しながら頭をペコッと。で、これが政府の見解なの。で、この後、中曽根内閣が終わった後、遥か後年ですけれども、小泉純一郎が内閣総理大臣として参拝します。これは8月でした。で、8月に行く根性がないから12月に行ってるんですけど、安倍晋三も行ってます。この時も、小泉内閣も安倍内閣も、中曽根内閣時代の藤波官房長官談話を遵守しますって言うてんねん。小泉も安倍も、藤波官房長官談話を踏襲しますって言うてんねん。だからまして、二礼二拍手一礼という宗教行為はやりませんって言うてるんです。内閣総理大臣の立場で神社に行って、そういうことをするということは、それがギリギリのラインですというのが、我が国の政府の立場なんです。それがいらんかったら、内閣総理大臣じゃないです。私ですって言ったらいいんですよ。藤波官房長官談話の重要なポイントを音読しますね。この公式参拝が宗教的意義を有しないものであることを、その方式等の面で客観的に明らかにしつつ、今回のような方式によるならば、で、その今回のような方式っていうのは一礼するだけなんです。二重の限定かかってるの。で、これを内閣の立場を是認する立場の喋り方をすると分かりやすいから、それで喋ると、二礼二拍手一礼という方式を捨てるからこそ、内閣総理大臣の公式参拝はできるという。神道形式でない参拝だから神道に対する特定宗教団体に対する癒着じゃないでしょうというのが我が国の政府の立場なの。宗教じゃないですよという建前を取って靖国神社に行って OK って言われてるのが政府の立場なんです。で、ここに中国も韓国も関係あらへんんですよ。全く関係ないのよ。中国とか韓国の話とか。公人として戦没者の慰霊で靖国神社に行きたいという人がいるときに、公人としてのギリギリのラインはどこですかと言うたら、頭ペコッと下げるだけやでっていう話になっただけのことですよ。で、俺はそれはあかんと思う。俺それでもあかんと思うで、宗教施設に行く段階で俺あかんと思うけれども、
だからこそ藤波官房長官談話は、社党における一例という一文を添えてるわけ。という見解ができて戦後の右翼が勝ち取った運動の成果が内閣総理大臣もギリギリ OK ということなのにもかかわらず、それから40年経った今日内閣の見解は変わっていないのに、アホのあのおばはんは二礼二拍手一礼しよったんです。で、みんなそれを息踏んで、ええことしたみたいなこと言うてんの。細かい話はどうでもええから。細けいことはどうでもいいんだよっていう連中は、それが、なんかギリギリの、なんかアホは、田舎のアホは中国と韓国に、が行ったら文句言うから中国と韓国が文句言うからこうしてってええんやろって言うて、ちゃうねん。誰もそんなこと文句言うてへんねん。宗教すな言うてんねん。これまでの類代の安倍晋三も含める日本の右翼内閣総理大臣の努力をアホが息踏んだけで全部台無しにしてんねん。で、これ端的に言うと、政府見解いつ変わったんって質問せなあかんのよ。高市早苗右翼とか保守とか言える？中曽根康弘が江藤淳読んで、梅原武史読んで、芦部さん読んで、中村さん読んで議論させた内容を理解してない右翼なんておんの？これを極左反体制分子って言うんですよ。語の全く意味での極左反体制分子です。だから高橋洋一がなんか愛国者みたいなこと言うけど、全然愛国者でもなんでもないでしょ。ただの物知らんアホやんけ。息踏んだけ。で、愛国心でもなんでもないねん。右翼ごっこしたいだけやねん。俺みたいに伊勢神宮参拝するのに、伊豆川で水掘りしてから伊勢神宮行くとかちゃんとした右翼ちゃうねん。で、笑顔で何時一歳のものと和解せよですよ。これまでの行政の連続性とか、保守主義の本質である法の支配とか、行政の連続性とか、そんなのを全く考えていない極左反体制分子みたいなやつを、お前らは日の丸振ってるから中国と韓国と喧嘩してるから右翼や言うてんねん。保守や言うてんねん。ちゃうよ。保守というのはエドマンド・バーク。我が国においては江藤淳福田恒有です。すなわちどういうことかと、法の下の平等と法の支配と、これまでの行政の連続性ということを誰よりも尊ぶというのが保守主義の真髄です。だからこそお気持ち、綺麗事で政策が左右されない。ウイルとか花とか呼んで勃起してるおじいちゃんに分かりやすい言い方をすると、だからこそ安倍智子とか蓮舫とか、そういう女の政治家が言う、これはおっさんにが分かりやすいように言うてるんですよ。お前らのよう言うてるような、綺麗事のお気持ち左翼の言うことに左右されない骨太の政治が保守なんでしょ。骨太の政治というのは、内閣が変わろうと内閣の意見を踏襲するのが骨太の保守です。どんなに綺麗事を叫ぶ左翼がおったとしても、そんなことに綺麗事になびかないのがほんまの保守です。高市早苗のやったことっていうのは、息踏んで日の丸振ってる奴らのアホな綺麗事になびいてるだけですよ。内閣総理大臣がこれまで踏襲してきた安倍晋三でさえ、小泉純一郎でさえ踏襲してきたやり方を完全に無視したやり方で、新しいことをふわーっとやってしもてるんです。そしてそれは憲法違反なんです。細けいことはどうでもいいんだよ。それやってることは行動様態的には極左反体制分子って言うんです。そして10時になったんで明日の予告の頭出しだけをしておきますが、その極左反体制分子の一番の代表例で具体的に社会的な害悪を引き起こしているのはこのお兄さんです。息踏んだけで何時一歳のものと和解せよということで強いもんから順番に行く。そして行政の連続性なんていうものは完全に否定する。明日このおじさんがいかに極左反体制分子っぷりを発揮しているかという話を岸口の質問から紐解いて話をします。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。